ユニちゃん。はい。男の子の魅力って何なんでしょうね。何？そういう時期なの？いや、娘と書いてにゃんと書いて男の子の話なんだけど、今月も女装神話っていうエロゲが出たんだけど、ひまりわかんねえんだ、男の子が。でもわかんないってことは敗北だとひまりは思うんだよね。けどひまりはエロゲに負けたくないなって。ひまりはエロゲに負けたくないなって。だから一本多くてお得。この秘密ユニちゃんに教えてほしいんだ。この動画は女装神話とノーストライクの提供でお送りします。もともと女装神話はとても大きな女装サーガの最新作なんだよね。もともと脳内彼女ってメーカーで、男と男の子はエッチできるんだよアドベンチャーゲーム女装山脈、そしてしつこいようですが男と男の子はエッチできるんだよアドベンチャーゲーム女装怪盗、僕たちは男と男の子は恋愛できると何とも言い続けるアドベンチャーゲーム女装学園2の3作がリリースされたんだけど、その後シナリオライターと原画家が独立したのね。その独立した先であれから色々ありましたけれども、男の子が妊娠するって結論は変わりませんので、これからよろしくお願いします。アドベンチャーゲーム女装学園たとえ異世界に舞台が移ろうとも男の子は妊娠すると主張し続けるアドベンチャーゲーム女装千年王国、男の子は女神だったアドベンチャー女装神社とリリースされて、今年でとうとうシリーズ10年目。ここで満を持して発売された新作原初、男の子は太陽にして女神だったアドベンチャーゲーム女装神話なんだけど、男の子が妊娠するってもうそれは女の子じゃんみたいな情報が多い。エロゲに負けたくねえと思って勉強した成果をね。いや、情報密度が高すぎ密じゃん。っていうかはらむんだ。はらむよ。恋愛ものではヒロインが妊娠してハッピーエンドになるじゃないですか。ということは男の子とハッピーエンドになるには男の子を妊娠させるしかない。だから男の子を妊娠させたんですねーってことらしいんだけど、でもはらむ男の子ってもう女の子じゃんって思うんだよな、ひまり。けど8本も9本もリリースされてるってことはやっぱ支持を得てると思うんだよね。ユニちゃん、人はどうして一本を。なるほど。そもそもエロゲをするのは男の子なわけじゃん。もちろんひまりちゃんみたいなエロゲ女子エロゲガールズもいるにはいるけど、比率的に男9割9割5分女の子1割0割5分みたいな、メインは圧倒的に男なわけじゃん。でエロゲエロゲエロエロ徹底的に男が喜ぶものを作るぞって考えた時、どうすればいいかって話になるんだけど、そりゃもう女体祭りよ。もちろん巨乳ドーン尻ドーンみたいなもん有効なんだけど、実はもう一つ見せると有効なものがあるわけ。こうエロゲとか漫画とかビデオとか、いわゆるポルノの世界では女のいわゆるレズビアン系の作品は主流じゃなくて、男女の作品が一番売れるんだよね。ということは画面に男が映ってないといけないんだけど、もしかしてポルノの画面に映る男の部位といえば竿というわけでね、実際にカラペルニーチェとヤコブ・ニールセンって人がやった実験があって、アイトラッキングってあるじゃん。YouTuber がおっぱいは見ないぞおっぱいは見ないぞおっぱいは見ないぞっていうチャレンジをして底落ちしてるやつ。それね、そのアイトラッキングをつけた男女に人間の画像を見せたら視線がどう動くかっていう実験をしたらしいんだけど、男が男の写真を見た時に視線は決まって股間に向かうんだってさ。のんけでもらしいよ。女の子の脳は男のあれには反応、同性のあれには無反応なのに、男の脳は男女問わずあれに反応するとか。つまり男ののんけはのんけじゃない。パラドックスみたいな表現になったな。実際人間の男は他の男のあれとか、出るシーンを見るだけで欲情するって説まであるらしいよ。ヨセミテの間欠泉で精子競争っていう動物でよくある現象なんだけど、他のオスを見ると確実に子供を残すために出る量が
増えたりする。アトリエ家具屋ぐらいになる。それは言い過ぎだけども、犬に鹿にカンガルーにフクロウ、ネズミからカブトムシに至るまで似た現象が起きるらしいよ。なんなら魚でもトゲウオって魚のオスに他のオスの映像を見せるって実験があったんだけど、アトリエ家具屋くらいになった。めっちゃ重ねてくるじゃん。これアトリエ家具屋の案件じゃないけど。この動画は Steam で好評配信中、女装神話とノーストライクの提供でお送りしてます。女装神話は Steam で980円。安いよ。はい。まあともかくそういう本能がね、残った結果としてこう棒を見て盛り上がるみたいな感じになったんじゃないのかというのが結構有力に言われてたりする。おっぱいで挟んで、もうやる気が出るものでやる気が出るもの挟んでる。やる気が出るもの、やる気が出るもの、やる気が出るものじゃん。やる気が出るものバーガーじゃん。つまり女の子みたいな華奢な体プラス竿もやる気が出るもの足すやる気が出るもの。仮説ではあるけど、ということじゃないかと。実際神話にも両性具有はたくさん出てるし、日本だって戦国時代をはじめとして男色がずっと続いてたわけだし、こう女の子と違って男の子はついてるものがさ、ほらアンテナになるから、女の子は演技をしているのではみたいなのあるじゃん。けど男の子はアンテナがついてるからさ、そのアンテナの角度や高度によって気持ちよさがわかるみたいなのもあるのかなと。ほら同じものがついてるからさ、指標的にわかりやすいみたいな。へー、ユニちゃんは竿への考察が深い。言い方。ともかくそんな理由で男の子は好かれるんじゃないかなと思われます。これが一本多くてお得の謎ですか。へー。ってことは女の子は男が好きなものだけど、男の子は男が好きなもの足す男が好きなものってことは、男の子が好きな男は女の子が好きな男よりも2倍男。そしてはらませは男の解消だから、男の子をはらませるのは世の男よりも3倍4倍男。つまり女装神話は男の中の男の神話ってこと。どうかな。モスト男、ベスト男、男の中の男。男の子をはらませて男の頂を味わおうぜ。女装神話は Steam で配信中です。ヒロインはみんな男の子、お姉ちゃんも男のお姉ちゃんと書いてお姉ちゃん。女装女神に女装巫女に狂ったワードが盛りだくさんだけど、これは男の頂の世界だからね。仕方ないね。ちなみに女の子だと思ったら男だったってことで、英語では男の子をトラップと呼ぶそうです。ということで英語版のタイトルはトラップレジェンドになってるので、海外のコウサギちゃんはそっちで検索してください。以上、望月ひまりでした。またねー。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしくして。